こんばんは、キリンです。皆さんは日本語の何々臭いという言葉を聞いたことがありますか？臭いって聞くと、匂いがあるという意味をね、考えると思います。例えば、この魚、ちょっと臭いですね、とか言いますよね。でも、日本語で臭いは、匂いの意味だけとは限りません。例えば、めんどくさいって言いますよね。宿題めんどくさいなーって言うと、やりたくないな、大変だなっていうニュアンスになりますよね。実は、この臭いは、本当に面倒だって強く言ってるのではなくて、なんとなく面倒に感じるなっていう言い方になってるんですね。はい。で、今日はこの何々臭いっていう表現を他にもいろいろありますから、ちょっと5つぐらい皆さんに紹介できればと思います。1つ目は貧乏臭いです。貧乏臭いは見た目やあと行動が少し貧しくて寂しい感じという意味ですね。まあでも、本当にお金がないというわけじゃありません。例えば、同じ服を毎日着てると少し貧乏臭いかな、貧乏臭く見えるかな、そんなに節約ばかりすると貧乏臭いと思われるかもな、とか、こういうふうに見た目、見た感じについて話すときに使いますね。まあでも、個人的には節約はとても大切なことだと思うし、日常生活では貧乏くさい方がむしろ好印象ですかね。はい。一つ目は貧乏くさいです。じゃあ次は二つ目。二つ目は古臭いですね。古臭いは古い感じがする。今のスタイルじゃないっていう意味ですね。例えば、このデザインは少し古臭いです。とか、その考え方はちょっと古臭いかもしれません。みたいに使いますね。ものだけじゃなくて考え方にも使えるのがポイントだと思います。まあ特に日本は新しい習慣とか変化を好まない人が多いからか、伝統を大切にしたいという気持ちが強いからか、なかなかね、学校とか会社の風習が変わらず残ってて、古臭いって感じる外国人社員の方もいるそうですね。はい。二つ目は古臭いでした。じゃあ次三つ目は田舎臭い。田舎臭いはおしゃれじゃない、都会的ではない感じがするっていう意味ですね。例えば、この服はちょっと田舎臭いです。その店は少し田舎臭い雰囲気があります。とか、こういうふうに使うんですけど、まあ、ここでも本当に田舎かどうかって言いたいっていうよりは、あくまでイメージですよ。はい。
まあ、これも悪口に聞こえますけどね。自分に使うのはいいんですけど、でも私も田舎に住んでるので、ファッションとか言葉とか田舎臭くなりがちです。例えば、スタバで勉強とか憧れるなぁとか、ね。はい。スターバックスがね、家の近くにないんですよ。車で40分ぐらい。遠いですよね。はい。まあでもね、できるだけね、田舎臭くならないように言葉は気をつけます。じゃあ次は4つ目。4つ目は、ケチくさいですね。ケチくさいは、お金を使いたくない感じがする。細かすぎるっていう意味です。例えば、割り勘を1円まで計算するのはちょっとケチくさいとか、そんな小さいことで節約するのはケチくさいみたいに使いますね。人の行動に対して使うことが多い言葉で、まあ、さっきの貧乏くさいと似てますけど、ケチくさいはお金以外の話にも使えます。例えば、食べているものを誰にもあげたくないとか、ゲームのコツを知ってるのに絶対に教えないとか、まあ、そういう人はケチくさい人ですけど、まあ、お金の価値観はともかく、もっと優しい人になりたいですね。はい。じゃあ、最後は5つ目、嘘くさいです。嘘くさいは、本当ではないように感じる。少し怪しいっていう意味ですね。例えば、その話は少し嘘くさいです。彼の説明はなんとなく嘘くさい気がします。こんな感じで、まあよく使われる言葉ですね。で、嘘くさいというと、最近は詐欺のニュースが多いですよね。詐欺師、詐欺をする人、詐欺師はどんな手を使ってでも騙そうとしますから、常に気をつけていないといけませんね。はい。どうですかね。ちょっとまとめてみましょうか。今日紹介した言葉は、貧乏くさい、古くさい、田舎くさい、ケチくさい、嘘くさいでした。何々くさいは、なんとなくそう感じるっていうイメージです。まあでも、やっぱりマイナスなイメージがあるので、田舎臭いですね、ケチ臭いですねって言ったら、喧嘩になる恐れがあるってことで、はい、使う場面は考えないといけませんね。はい、今日の動画はどうでしたかね。もし、こんな動画がもっと見たいなって思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバーイ。